どうもリュウクです。今日はこのユーコンアクロバティクスのユートンミディアムバックパックについてレビューしていきたいと思います。ユーコンアクロバティクスは以前からちょっと知ってはいたんですが、最近結構ねミニマルで機能的なバックパックを多く出してきた印象だったので、このユートンミディアムバックパックというやつを選んで1個送ってもらいました。こういった感じのシンプル系のロールトップバッグって、結構好きな人ファンは多いんじゃないかなって思うんですが、その中でもかなりいい選択肢になってくるんじゃないかなというふうに感じたので、実際に使ってみて良かった点、気になった点話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまずこのユートンミディアムバックパックについて簡単におさらいしていきます。ユートンミディアムバックパックは容量はロールトップを閉じた状態で23リットル、ロールトップを展開した状態で27リットルと、日常使いから週末の小旅行まで幅広く対応するバックパックです。素材にはリサイクルされた繊維廃棄物から作られた耐久性の高いパーテックスインフィニティっていう聞くからに強そうな素材を採用してるんですが、これ実際ね公式の動画でハンマーに巻きつけてアスファルトに叩いたり、あと自転車で引きずり回したりしてる動画があるんですけど、パッと見はこういうね合皮っぽい素材ではあるんですが、かなり耐久性が高い素材になってるみたいです。僕も実際傷つけてみて検証してみていいよって言われたんですけど、ちょっとねこのかっこいいミニマルなシルエットというか見た目をあんまり汚したくなかったので僕はやらないんですが、結構こういう折り目のとことかってすぐに削れてきちゃったりするんですけど、そういった印象もないので、かなり実用的な耐久性なんじゃないかなって思います。ノート PC は 16.4 インチまでサポートしていて、かなり大きめの PC スロットが完備されています。中に小分けポケットもかなりあるんですが、こんな感じで横からアクセスできたり、両サイドにもねこういった長物のボトルポケットのようなものが備わっていたり、フロントはかなり大きく開くジッパーポケットが備わっているので、シンプルな見た目ながらこういったテックパックの機能性は一通り網羅されているようなそんなバックパックになっています。一応この上部にファスナーがついているんですが、ロールトップなんでねこのまんま閉じてこんな感じでフックでかけてワンアクションで開閉できるみたいな運用がいいんじゃないかなって思います。この辺の縫い付けもかなりしっかりしていて、ショルダーハーネスもね、ちょっと薄めではありますがかなりいい感じの質感でチェストストラップもついていて、これも脱着式になってますし、このね調整のところもね、結構ミニマルな感じにまとまってるので、機能性とデザイン性に優れたバックパックになってるんじゃないかなって思います。それでは早速この製品を使っていて良かったなって思った点について話していきます。まず1つ目の良かった点は何といってもこの全体のミニマルデザインです。パッと見ねよくあるシンプルなロールトップバックパックじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、よく見るとこのフロントポケットのこのラインとこのボトルポケットのラインがつらい位置になっていて、裏面のねこのポケットもこのディティールの一部に埋め込まれている感じがして、この各部にね散りばめられている機能性に対してかなりミニマルに削られたデザイン性なんじゃないかなって思います。パッと見ここのフロントファスナーもあまり目立たないですし、このトップポケットももちろん背面に至ってもポケットっぽい場所がパッと見外からあんまり分かんないようになってるんですよね。結構ポケットとか小分けの収納って外から見ると情報量になってしまうので、こういった細かい気遣いによってデザイン性がシンプルに保たれているのは非常に評価が高いです。次に良かったのがこの縦向きのトップハンドルです。通常はこんな感じで横向きにトップハンドルがついてることが結構多いんですが、このバックパックはこの縦向きのフックのナイロンベルトのデザインの一部がこんな感じでトップハンドルになっていて、しかもこれ結構分厚いんですよ。ちゃんとしたハンドルになってるので持ち心地もかなりいいですし、パッと見あんまりハンドルっぽく見えないんですよね。先ほど触れたデザイン性っていう意味でもかなりこれはミニマルでいいなって評価ですし、あと個人的にはここにクリッパとか
バックハンガーを挟む時に非常に重宝するなって感じました。なぜかというと、例えばここにこんな感じでクリップをつけると、普段はこっちにこう垂らしてもいいんですけど、このクリッパって結構人によってはね、あんま外側に出てんの好きじゃないよっていう人もいるかと思うんですが、これはこんな感じで背中側に隠せてしまうんですよ。でここの部分ってこう横にねハンドルがついてるとこういうところに配置されてしまうので、結構ショルダーストラップと干渉して邪魔だったり、背負った時にこう背中と縦向きに当たって痛かったりするんですが、ここってね意外と背中に当たらないんですよ。意外と背中のこうくぼんでるところに位置しているというか、ちょうど背中に当たりづらい場所にクリッパーが来てくれるので、ここにね隠しておきながらさらにこうやってすぐに引っ掛けることができるっていうのが非常にいいなって思いました。あと今何気なくやったんですけど、こういう感じで引っ掛けると自動的にカバンがデスクに対して縦向きになるので、こう横向きになってしまうと結構幅取るんですけど、カバン自体の薄さと相まってすごくすっきりデスクにカバンを引っ掛けることができるので、なんかね狭いカフェとかでこう作業していて、横にカバンかけたい人とかはこの形のトップハンドル非常に優れてるなって感じました。あと意外とここのロールトップを外してしまってもちゃんと引っ掛けられるんですよね。なのでカバンの中身をこう開いたりとかしながらこう引っ掛けることもできますし、PC とかは上から取り出す必要ありますが、こう引っ掛けた状態でメインの部分にこんな感じで横のサイドファスナーからアクセスすることができるので、この構造も非常に優れてるなって感じました。次の良かった点が見た目以上に大容量っていう点です。このカバン薄いは薄いんですけど結構容量が入ります。というのもカバン自体は結構大きくて、背負ってみると結構大きめだなってのは伝わると思うんですが、ここのロール部分を完全に伸ばしてしまっても、ここのファスナーがちゃんと閉まってくれるので、この上のギリギリまで物を収納することができます。なので普段荷物が少なくて、あんまり容量を持て余してるのもなっていう人でも、家を出るときはこのぐらいコンパクトに薄く持ち歩くことができて、で帰りに買い物して帰るときは、このカバンをマックスまでこのように展開してしまえば、買い物したものをここに全て入れて帰ってくるみたいなこともできますし、あとはこのカバン自体の背がかなり高いので結構大きなものが収納できるんじゃないかなって思います。ここまでがこのユートミディアムバックパックの良かったなっていう点でした。ここからは使っていて少し気になるなって思った点について話していきます。まず1つ目は横幅が大きいという点です。最初見た時に気づいた人もいるかもしれないですけど、ここのねロールトップが横一直線になっているので、こう背負っていると結構肩から突き出ている感じがします。体格によってはあまり気にならないかもしれないんですが、僕でも結構この横に突き出た部分が気になるというか、特に人混みなんかを歩いている時は結構こう前から来る人がここの角っちょに当たっちゃうんじゃないかなってちょっと心配になるぐらいには横幅が広いので、なるべく丸みを帯びたコンパクトなバックパックが好みっていう人にとってはちょっと微妙な設計なんじゃないかなって思いました。あと僕は結構身長の割に肩幅が広い方なんですが、小柄な体型な人だったり肩幅があまりない人にとっては結構横からこう突き出た見た目になってしまうので、見た目って意味でもちょっと気になるなって感じます。次の気になった点はショルダーストラップです。このショルダーストラップデザイン的にはシンプルで、そこまで言うことないように感じるんですが、結構薄くてこの全体の容量に対してちょっと心もとないなという感じがします。先ほども言った通りこの辺はバータックで補強されてたり、かなり深めに縫い付けられてそうなので耐久性に関しては問題ないと思いますが、このバックパック大容量で中身パンパンに詰めた状態でかなり重い状態になっていると結構肩への負担がきつくなってくるんじゃないかなって思います。ただこの辺のハーネスの角度なんかも結構自然な感じになっているので背負い心地が悪いといった感じではないんですが、近年のこう厚めのショルダーストラップがついているバックパックに慣れている人にとっては
ちょっとこの辺のね肩への負担というか刺激が気になるんじゃないかなって思います。次に気になったのがこの背面の通気性についてです。見てわかる通りあまり凹凸がない設計になっています。これはシンプルな設計という意味では見た目的にはかなりいいんですが、逆に言うと夏場とかはかなり暑いんじゃないかなって思います。あとこの辺に一応デコボコしたクッションがついているので一見大丈夫そうに思えるんですが、この素材ですね、結構ツルツルした素材だと、背中にあまり密着せずこう滑ったりするので結構熱が逃げたりするんですが、結構布っぽくて水とかが染み込みやすいような素材になっているので、これ多分あんまり汗ばんだ背中とかにくっつくと密着してしまってかなり熱くなるタイプなんじゃないかなって個人的には思います。あとこのバックパック自体のこの背中への接地面というか面積がかなりでかいので、背中が広い人だったり、あと結構ねショルダーハーネスをギュッと密着させて使いたいっていう人にとってはかなり背中にくっついて夏場は暑くてしんどいんじゃないかなって感じました。ここまでが使っていて少し気になるなって思った点でした。こういったねシンプル系の形って結構いろんなところが出していて、有名動画だとねレインズだったりガストンルーガなんかよく目にすると思うんですが、そのあたりの選択肢から比べると結構ビルドクオリティというか作りもかなりしっかりしてますし、中の内装がちゃんと白くなってて見やすくなっていたり、あとは中のディティールがとにかく細かいですね。こういう袋状のバックパックって結構こういうキーリーシュだったり PC ポケットとか小物ポケットが省略されていることが多いんですが、基本的なね機能はかなり網羅されていて、かつちゃんと目立たないようにデザインの中に落とし込まれているので、こういうねロールトップのシンプルタイプのバックパックが好きっていう人にとっては結構おすすめできます。あとはこういうテカテカ系のね合皮っぽい感じのバックパックって結構劣化が気になると思います。それこそ加水分解であったりスレによる穴みたいなものが気になってくると思うんですが、このバックパックは使っていてかなり劣化を感じないというか、届いた当初からあまり変わっていないんですよ。公式のページとかで結構いろいろ語られてるんですが、耐久性の高さはかなり売りにしてる部分っぽいので、こういうシンプルな見た目でなるべく情報量少ないけど機能性が高いものがいい、そして長く使いたいみたいな人にとっては今のところこのシリーズが一番いいんじゃないかなって感じました。あとはねこの形じゃなくても結構いろんなバリエーションの形を出しているので、気になったらユーコンアクロバティクスの公式サイトチェックしてみてください。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューであったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕が今開発中のバックパックの進捗情報であったり、僕が使ったバッグの次のオーナーを探すセカンドオーナー制なんかを特典として用意しています。気になったら概要欄からチェックしてみてください。 X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。